皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね前回のパリの動画から日にちが経ってしまいましたが、帰国後ね少し慌ただしくしておりました。日本はねすごく暑いと聞いていますし、ヨーロッパもね突然暑くなる日があると聞いています。まだねこれから暑い日が続くと思いますが、お体にね十分気をつけて、この夏を乗り切っていきましょう。ちょっとね今日はこれから出かけるのであまり時間がないのですが、この間ね行ったパリのカルティエの本店での購入品と、ずっと欲しいと思っていたテニスブレスレットをね今から一緒に開封したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。この動画でもねよくお話ししていると思いますが、私はねハンドバッグが大好きで、このチャンネルでねいろいろと購入したハンドバッグはこれまで紹介していますが、ここ最近はね以前に比べれば、その熱がね冷めてきて落ち着いています多分。でその熱が今どこに分散し始めているのかというとジュエリー、ハンドバッグをね追いかけていた20代30代前半、そして今ね30代後半になって、年々テイストやスタイルも変化していく中で、この先40代50代になった時にもね使えそうなジュエリーを、これから少しずつ集めていこうかなと思っている今日この頃です。以前動画でね40歳のお誕生日あたりに一生ものの時計を買うのはありかななんていうお話をしたことがありますが、今ねハイブランドだけでなく、本当にねいろいろなものの値段が上がっていて、40歳まで待っていたら未来の私って全く同じ商品にね値上げプライスを支払うことになるのかなって考え始めて、いいものこそね欲しいタイミングで買って一日でもね長く使いたいなって思ったので、今回ねパリに行った時にカルティエの本店に立ち寄りました。カルティエでねいろいろ時計をトライしていましたが、その動画でねまずトライしたのがタンクルイで、数年前からねファーストウォッチはカルティエのタンクルイにしようって決めていたんですが、ここ最近のねテイストの変化だったり、もっとね気軽にデイリーユースできそうな時計が欲しいなって思っていろいろトライさせていただいた結果、こちら早速ちょっと一緒に開封していきましょう。まずクリーナーをいただきました。箱が取れない。今回購入したのはこちらカルティエのタンクマストです。まずですねここをこう重厚な箱を開けるとこんな感じになってて、ここの中にギャランティーカードが入っています。でカルティエの箱って聞いたことがあるんですけど、こうやってこのままジュエリーボックスとしても使えるそうです。そしてですねこちらが時計ですね。ちょっとねつけてみたいと思います。ケースを外してマストのねシンプルで洗練されたデザインがね日常使いしやすいのかなって思ったのと、最近はねシルバーとかホワイトゴールドのジュエリーを身につけることが多くて、手持ちのジュエリーとのね馴染みやすさとか、あとユニセックスなのでねデビットとシェアできるっていうのも購入の決め手になりました。実はもともとねパンテールが欲しいなって思ってパンテールを買いに行ったつもりだったんですけど、思いのほかねつけてみたら100% しっくりこなかったっていうのと、その時にね販売員さんの方に勧められたベニュアールっていう時計があるんですけど、ベニュアールをつけていたらすごく気に入って、あの時ねどちらか一つを選べなかったっていう事情で今回はねタンクマストを購入しました。結構シンプルでねモノトーンコーデが多い私には使いやすい時計かなって思います。
実際にね編集しながら見ていると、やっぱりねパンテールもいいなって改めて思うので、今後ねまた欲しくなった時には購入しようと思います。あともう一つ今日はですねご紹介するジュエリーがあって、ここ最近ねその夏に向けてシンプルなブレスレットが欲しくて、その中でもね特にここ数年気になっていた、テニスブレスレットを探していました。テニスブレスレットっていうのはねダイヤがここ一周ぐるっと連なったブレスレットのことで、いわばねエタニティリングのブレスレット版みたいな感じです。特にね明確なブランドの希望はなかったんですが、いいものに出会えれば欲しいなって思っていた矢先、桜宝石っていうね東京で30年以上ジュエリーの卸売りをされていて、東京にねショールームがある日本製のラボグローダイヤモンドジュエリーを販売するお店で今回ですねテニスブレスレットをオーダーしました。こちらがですねまず鑑定書ですね。鑑定書が一緒についてきます。それでは開封します。今回オーダーしたのはこちら3カラットダイヤモンドの18金ホワイトゴールドで作られたテニスブレスレットです。熟練の職人さんが作り上げた軽量のテニスブレスレットはとてもシンプルなので、装いもね選ばずつけるだけで瞬時にね手元を明るくしてくれます。こちらのテニスブレスレットはダイヤモンドの魅力をね最大限に引き出すと言われるラウンドカットっていう方法でねセッティングされていて、光を受けるたびに強く輝き華やかさを一層引き立てます。個人的にはゴリゴリの大きなダイヤがついたテニスブレスレットっていうよりは、これぐらいねさりげなくつけれるブレスレットだけど、それなりにね1本でつけても存在感があるものを探していたのですごく満足です。それにこのブレスレットはね華奢なので、時計やねお手持ちのブレスレットとのね重ね付けもしやすいと思うので、一つね持っていると便利なジュエリーでとても気に入っています。桜宝石はね中間業者を介さないエンドツーエンドのお店なのでリーズナブルな価格帯っていうのもね魅力的で、今回私はねオンラインでオーダーしたんですが、テニスブレスレットだとね一番手首の細い位置、多分この辺になると思うんですけど、そこからプラス1センチの長さがねおすすめだって教えていただいて、その長さでオーダーしてみて、若干これぐらい少しね緩さのある長さが気に入っています。リサイズする時のためにね短くした分のダイヤもいただいておりますので、体型が変わった時までね大切に保管しておこうと思います。3カラットのねテニスブレスレットでその18金を使用したブレスレットだとねアメリカではお値段がするので、それに比べてね桜宝石のテニスブレスレットっていうのは比較的まだ手に届きやすい価格帯だと思います。またねテニスブレスレットの他にもリングやピアス、ネックレスとね素敵なジュエリーがあるので、気になられた方はねぜひウェブサイトもチェックしてみてください。今日紹介したねテニスブレスレットや、桜宝石のウェブサイトは概要欄の方に載せておきます。桜宝石ってショールームが東京にあるみたいなので、いつかね帰国の際にタイミングが合えばショールームにも遊びに行ってみたいと思います。以上がパリのカルティエの本店で購入した時計と欲しかったテニスブレスレットの開封でした。年々思うのがねあれこれ買ってね物を増やすのではなく、長く使えるいいものを少しずつ集めていこうと思います。皆さんのお気に入りジュエリーや、買ってよかったねおすすめのジュエリーなどありましたらコメントで教えてください。またインスタグラムもやっているので、もしよろしければねインスタのフォローもお願いします。それでは最後までこの動画をご覧いただきありがとうございます。皆様良い一日をお過ごしください。バイバーイ。